この DualSense Edge ワイヤレスコントローラーを企画するにあたって、我々はハイパフォーマンスなコントローラーとは何なんだろうというのを自問自答してきました。プロコントローラーのそのコアなバリューって何なんだろうっていうのを本当に自分に質問してですね。で、その中で我々が出した答えは、ユーザーを強くするコントローラーであると今回定義づけました。いろいろプロゲーマーのインタビューとかをしていて、やっぱり人によってこだわって使いたいポイントがゲームタイトルによってもそうですし、個人ごとにも違いますので、そういったニーズにしっかり応えられるような広い調整能力を持ったコントローラーが必要だと考えました。DualSense Edge を DualSense ワイヤレスコントローラーと同じにですね、フォームファクターにするっていうのは、実はこの DualSense Edge を作る時からですね、最初から決めてたことです。今回実は DualSense ワイヤレスコントローラーのポストモーテムも行いまして、でその時にユーザーさんから本当にたくさんのポジティブな意見をもらいまして、特にエルゴノミクスものすごくみんな大好きだと言ってくれました。できるだけその DualSense と同じフォームファクターにしてくれっていうリクエストをいただきました。全く DualSense と同じサイズにしなきゃいけないので、その代わりいろんなフィーチャーがアドオンされるわけじゃないですか。だから中身をエクステリアでもって抑え込むのがすごく難しかったですね。でそのプレイスタイルを選べるっていうのも一つ重要なファクターだと思ってます。もう手に馴染むっていうことと自分のプレイスタイルを作れるっていうこの2点がすごく重要だと思ってますね。今回スティックキャップ取り替えられますし、バックボタンも取り替えられますし、スティックモジュールごと変えられますし、ファンクションボタンもありますし、スティックキャップやバックボタンのバリエーションなんですけれども、あれは特に特定のゲームだったりを想定しているわけではなく、やはりプレイヤーの皆さんがどんなものを好み受け入れられていただけるかっていうことを念頭に置いて形を決めました。スティックキャップの形は DualShock 4以降新しいコントローラーを作るたびにどういった形がユーザーに求められているかっていうのをリサーチと、どういった形がいいですかっていう社内のユーザーテストっていうのはもうずっとこのエッジコントローラーの開発以前から定期的にやっているんですね。今回我々として正規にスティックキャップを取り替えられるようにして、ユーザーのリクエストの高いものをいくつかピックアップして採用しました。DualSense の開発の頃からですね、バックボタンの検討で実はやってたんですけれども、その中で検討した形状っていうのがずっとハーフドームの形なんですね。でそれがですね、我々ですね、日本人にとってはですね、囲碁のですね碁の形にすごく似てるんで、囲碁だ、よく FPS をやるんですけれども、ジャンプとですね武器チェンジですね、左が武器チェンジで右がジャンプかな、そんな形で今設定してます。いろいろ設定はできると思うんですけども、主にそういったセッティングでやってます。スティックモジュールを交換できるっていうのが、長くお客さんにコントローラーを使っていただくっていうことで、かなり重要なポイントになっていると思います。交換はできるんだけども、プレイ中はしっかりフィックスされる通信の信頼性もメカニカルな安定性の、信頼性も非常に高いような構造っていうのをメカもそうですし、電気のコネクタ側も新規に設計し、ここまでのものを実現することができました。ファンクションボタンって PC のキーボードとかでは皆さんよく知ってると思うんですけども、やっぱコントローラーではほとんどなかった機能になってまして、ファンクションボタンっていうアイディアが出るまではもう本当にたくさんの機能、ボリュームを調整したりとか、ゲームをチャットを調整したりとか、プロファイルをスイッチしたりとかっていう機能をどうやって実装するのかっていうのは、とても悩ましかったですね。もともとですね、プレイヤーの皆さんからセッティングをですね、プロファイルだったりオーディオの設定をですね、
ゲームのシーンによったりとか、いろんなコントローラーを使ってるシーンで、オーディオの音量をこう上げたり下げたりしたいなっていうのが割と個人的にもあったので、それがすぐにできるっていうのは、かなりいい機能かなというふうに思ってます。私みたいなプロじゃないライトなゲーマーでもトリガーに関してはシチュエーションによっていろいろ自分が快適な状態にカスタマイズできるのがエッジコントローラーの魅力だと思います。ファイティングゲームの場合は速い反応が欲しいのでショートストロークのトリガーがいいですし、ドライビングゲームですとアクセルとブレーキの細かい調整とフィードバックが欲しいのでフルストロークが好みです。やっぱりコンセプトを考えに至るまでのプロセスっていうのが非常にエキサイティングな仕事でしたね。で今回そのコンセプト、強くなりたい全ての人たち Stronger っていうコンセプトに至ったんですけども、そのプロセスが本当に面白かったですね。